はい、こんにちは、かみこでございます。ということで、今日なんですけども、とんでもない魚が手に入りました。今年もとんでもない魚いっぱい入りそうですね。こんなのがいきなり転がり込んでくるんですから、やっぱり魚運みたいなのを俺は持ってますね。というわけで、揚げていきましょう。オープン。こちらが20キロ超えのカスリハタという名のお魚でございます。一見クエみたいですけど、クエではございません。でこの魚がですね、もうめちゃくちゃうまい魚でして、沖縄とか鹿児島とかそっちの方で多く流通されるハタ科のお魚でございます。でこのカスリハタ、これ今日20キロなんですけど、調べると日本記録で 77.85 キロというのが釣れた記録でありますね。だから100キロぐらいになる魚なんじゃないかなと思います。クエよりさらに大きくなるみたいですね。これがほんで最近見つかったようなことも書いてありますね。56年前に新種として見つかったというそういう記事も出てきたりしますね。でこれ別名がポテトコットっていうみたいですよ。このポテトのようなこの水玉模様がちょっとこの個体はね見にくいんですけど、こうあるみたいで、そういう風に呼ばれたりもするんですって。はあ、すごいな。ほんとこれはねめちゃくちゃいい魚。ちょっといけるかな。動画だとあんま大きさ伝わんないけど、これです。やばくないですか、このでかさ。いい魚ですね。これがね、昨日生け締めしたものなので、まだ身はカッチカチです。で、これ記事見ると、この魚は新しいとそんなに美味しくないって書いてある。寝かした方が美味しいって書いてありますんで、僕的にはこれね、1週間以上は寝かしたいところなんですよね。氷水の中で。なので、まずは、これ内臓入ってますので、内臓を取って、エラも取ってしまって、包んで氷水の中で熟成させましょう。鱗はついたままいきます。鱗がついてた方が、こう長期熟成っていう面では、うまくいくんですよね。鱗はこの皮をバリアしてくれる役割になるんですよ。なので、鱗はあえてつけたままにします。だからこの体表のぬめりは、これは取っていきますね。うわー、これ一苦労だな、ちょっと。このクラスの魚がね、さあじゃあパパッとさばくか、じゃあさばけない魚ですね。一回こうグッと気合い入れないと、行くぞっていうね、その気持ちがないと怪我をしてしまいますね。ちょっと観察します。あ、尻尾とかちょっと変わってるな。尻尾がすげえ可愛いドット模様になってて、先端に行くにつれてドットが細かくなってってる。すごく綺麗ですね。あ、でも若干こうポテトっぽい水玉模様はありますね、こことかね。でこれ顔が小さくて美形だこと。普通にこのお魚はめっちゃいいクエぐらいの値段しました。そもそもこのクオリティのカスリハタがなかなか上がんないんですよね。値段はつけようのない魚かなと思います。中古の結構走ったよっていう軽自動車が買えるぐらいの値段でした。魚屋さんからもちょっとこれ値段は非公開でお願いしますって言われてるんで、そういう表現をさせていただきます。よいしょ。ではやっていきますね。皆さん気になっているであろうこのお腹の中、何が入ってるんでしょうか。開けていきますね。いや、なんだこれ、空気か。空気もあるけどなんか違うものも入ってるな。プニプニっとしたものも入ってる。あ、水が出てくる。うわ、水めっちゃ出てきた。やだ。はあ、すげえ。何これ。うわ、なんか包丁入ってかね。やばっ。中にバターが入ってる。ちょっと待って、これどうなってんの。うわー、うわ、肝が出てきた。でっかっ。胃袋の付け根、この胃袋の付け根を取れば内臓が出てくる。うわ、胃袋も分厚っ。これ魚屋さんにはあえて内臓は抜かずにもらってます。皆さんにこの内臓をねお見せしたかったので。よっしゃー、すげえ。出てきました。じゃん。これがこちらのカスリハタから出てきた内臓。牛脂ですね。肝も新しい。さすが機能締め。美味しそうだけど、なんかちょっと知らない魚なので怖いのでやめときます。そしてこれが胃袋。あ、多分ね水槽で多少生かしてくれてたので胃袋には何も入ってないかなと思うんですけど、一応中見てみましょうか。でかいですね。僕の腕ぐらいある胃袋。何が出てくるでしょうか。あ、空っぽでしたね。うわ、ちょっと閲覧注意かも。そしたらエラを抜きましょう。気まぐれブラックならね、こう立ち向かえるより強固に作ってありますので。エラも鋭い。うわうわ、もうずったぼろになるな。いって、ちょっと待って、これ危ねえ。軍手です。あ、硬い。これいけんわ。ブラックでも歯が立たないってことはもう台湾包丁ですね。うわ、硬
たやべえ、台湾包丁無理。どうしよう。ちょっと待って、投げ出したい。めっちゃつけて硬えな。どうなってんのこれ。難しいです。あ、こっちの向きか。よし、まず片方の付け根外れた。あとここの付け根なんですよ。ここが取れない。勝ってー、入らない。もうギブです。負けだよ俺の。ねじり取りましょう。よし、取れた。これは大変だ。ある程度包丁で傷をつけたらねじり切る。ほらねじって束ねたところを切りつける。なんでこんなエラを抜くっていう重大なとこでもない場面でこんなに尺使ってんの俺。勝てー。取れた。ほんと大変だった。そしたら中身掃除していきます。こういったものですね。これ寝かす時に腐敗の原因になるような箇所はこれ取っていきます。これ腎臓とかね、こういったとこですよ。綺麗に落としていくと。綺麗に血は抜いてくれてありますけど、こういうね腎臓とかついてますので、こういうとこは取っていきましょう。表面のぬめりはわっしゃわっしゃ落としていきます。これ洗剤をつけてるわけではございません。周りのこのぬるぬるです。こういったぬるぬるの素は落とします。ぬるぬる取ったらポテトの模様がいっぱい出てきた。ここ。いや、初めて触る魚はやっぱ興奮しますね。うわ、まだ重たい。はい、このようにとりあえず中身はひとまずは綺麗になりました。骨やエラの付け根、クエより硬いです。しかもこれぬるぬるなんですよ。本当に顔も。そしたら水気をもうここで綺麗に落とします。お風呂上がりの自分の体を拭くぐらいの感じで、下着をこう通してもスルッて入っていくぐらいの、そのぐらいまで綺麗に拭いていきます。お腹はね結構薄いですね。魚屋さんからは卵が入ってるかもって言われたんですけど、卵は抱えてませんでした。もうほぼ内臓脂肪でしたね。そしたらお腹に気持ちお塩、本当に気持ちいい。これするとね、腐敗がねしにくい気もするんですよ。ブリとか熟成させるときもお腹に少し塩を打ってあげると綺麗にいくんですよね。そしたらヒレ切れるかな。これ切れないんでちょっとやめときます。硬すぎる。そしたら次のステップ、お腹にしこたまペーパーを詰める。もともと入ってたぐらいまでパンパンになりましたね。そしたらよいしょ、グリーンパウチ、これで巻きます。ペーパーをここに巻いて、でその上からラップっていうパターンもいろいろやったことあるんですけど、結局この魚から水が出るんですよ。その水がキッチンペーパーに滞在して、でその滞在した水っていうのはずーっとこのラップを敷いてるからもう逃げれなくなってるんですよね。だから皮目の傷みがね早い気がするんですよ、キッチンペーパーラップだと。でもこのグリーンパーチだと通気性がいいのかな、うまくいくんですよ。理屈は分かんないですけど、いろいろやった結果これ1枚とでビニール袋に入れて真空して氷に除温、これが一番うまくいく。もっともっといろんなやり方を試してみたいと思ってるんですけど、今のところはグリーンパーチが一番。よいしょ、下に敷きました。でかぶせて、で上からもひっつける。グリーンパーチなんかそんな水が出ないんですよね。これで OK。 そしたら厚手のこういう袋、こういう時もあろうかと僕のスタジオにはこういうものがあります。これをここに入れます。できるだけ空気を抜いて、そしたらここ縛って氷水で1週間寝かしていきたいと思います。それじゃあ1週間後に移動。はい、というわけでぽっきり1週間経過しました。よいしょよいしょよいしょ。おお、1週間氷水の中でプカプカ浮いてましたからキンキンですね。めっちゃ冷たいです。氷のようです。全然臭くない。表面ももっとぬめりが出るかなと思ったんですけど綺麗なもんですね。はい、こうして映像で見るとそんな大きく感じませんけどね。いや重たいですよ。20キロは伊達じゃないですね。そしたらこちらまずはすき引きをしていきます。すき引きはもちろん気まぐれブルーでね、これが一番やりやすい。ぶっとい尻尾の付け根からここからいきますね。この感じはクエと一緒ですね。すき引きからわかる。もう油すごい。この子ちょっとこう削れちゃいましたけど、ちょっとこの削れたところから油が出てきちゃって、もうほらもうテッカテカ。これは期待できますよ。じゃあ早送りでどうぞ。
せーの、よいしょ。はい、ではすき引きが完了しました。よいしょ。表も裏も綺麗です。真っ白な皮が出てきて、ポテトの模様もどっか行っちゃいました。よし、では頭を落としていきますね。今日は台湾包丁でいきます。うわー、すごそうだなこれ。背骨もこのぐらい。魚ですかっていう大きさですね。でこんだけ太いんですけど、この関節がありますよね。こんだけ大きいとすごく魚でも分かりやすいですね。この関節のこの節のところ、ここですね。で今回ここの関節に入れます。ここの関節はめちゃくちゃ柔らかいです。なのでここにグッと入れます。ほら、そうすると骨が簡単に断ち切れます。はい、これで背骨が断ち切れました。反転させてこちら側も外していきます。で背骨が切れてますので、ここまでいけばはい、頭取れました。ヒレも邪魔なのでこう切っちゃいます。あー、手がバッキバキ、めっちゃ痛い。久しぶりに出刃使いますか。大出刃。これめちゃくちゃ重たいんですけど、このぐらい大きい魚はこういう出刃使ってもいいですよね。ではいきます。まずはお腹に1本。何これ、なんでこの黄色いだ。腐ってはないな。うわっ、包丁がなかなか入っていきませんね。これは美味しいぞ。で背中にも1本で、ここが縁側なんですよ。ここなので縁側は残して、できるだけヒレの背びれのキワキワに包丁を入れていきます。うわ、本当に入ってがね、一回一回包丁をきれいに拭かないとダメですね。骨を感じてゆっくり包丁を入れていきます。頭取れてもまだ12キロはあると思いますから、これは食べるとこたくさんありますよ。よいしょ。はい、身が剥がれてきました。こういう形。そしたらまだここに腹骨でくっついてる状態なので、腹骨はハサミで、硬て。本当はねニッパーがあると一番いいんですけどね。はい、入れました。そしたらパカッと。はい、これがかすり旗の身ですね。僕もっとなんか全体が真っ白に油回ってると思ったんですけど、意外と適度な感じでしたね。良さそう良さそう。うわー、だいぶ軽くなった。そしたらこっちも下ろしちゃいますね。このままもうあと1週間ぐらい寝かしてもいいとは思うんですが、僕的にもうこのぐらいがピークなんじゃないかなと思うんですよね。なんでピークのところで下ろしてあげて、切り身だのお刺身用だのしといて、であとはマイナス60度で真空パック冷凍、これをしとけば一年中いつでも美味しいかすり旗が食べられる。よし。まあでもやっぱ薄刃の方がさばきやすいな。ここに1本入れたら包丁をこの中に入れて、入れ込んで骨を持ち上げるように包丁を入れていく。入れて持ち上げて引いていく。入れる、持ち上げる、引いていく。そうするときれいにおろすことができます。もう絶対失敗したくない魚はこの方法でさばくといいと思います。はい、外れてきましたよ。はい、取れました。これは冷凍庫に入れてラーメン企画の時に出汁に使いましょう。こりゃいい出汁が出ますよ。どこがやばいの。で今日のメインの魚はこちらかすり旗なんですけど、今の時期ね本当に美味しいしゃぶしゃぶに合う魚介があるんですよ。もう一つ、毎年これね紹介してるんですけど、もうこの時期になりましたね。生わかめです。これがめちゃくちゃうまい。この1月2月ここがうまい時なんですよ。3月いっちゃうと少し固めになってきますんで、なんで今日はこちらのかすり旗と生わかめを使ってしゃぶしゃぶを作っていきたいなと思います。で今日これいいレモンが売ってました。リノカっていうね、そういうヒューガナッツとレモンのハーフの品種なんですけど、そのまま食べてもすごく美味しいレモンです。でこれと花柚子、これ売ってましたので、こちらの2種類で自家製ポン酢作って自家製ポン酢と食べていきたいなと思います。最高。じゃあまずこちらのかすり旗を切っていきます。でぶっちゃけポン酢を作るのに1日かかるんですよ。1日寝かしたいので。なんで今日はこちら削状にします。で冷蔵庫に入れといて、でポン酢作り
でポン酢を1日寝かして、で明日これ切り分けて食べていきたいなと思います。ではまず腹骨をすいていきましょう。ここすごいっすね、ここの脂。ここあんま剥がしたくないな。うわっ、すごい、サシの入り方がすごい。うわわわわわ、包丁進んでいかない。はい、これです。すごいですね、粘土質のいい油がいっぱい入ってます。こういう油はね、お刺身で食べるより火通して食べた方がうまいんですよ。でここ油が溜まってますね。そしたらお節と目節に分けていきます。でしゃぶしゃぶ用を少し切ったら、あとは切り身にして鍋用にしてマイナス60度冷凍にしておきます。これはいい魚だ。結構腹骨は深く入ってますね。ちょっともったいないかもだけど、刃を立ててあげないと腹骨取れないですね。こりゃすごいな。でこういう大型の魚の皮を断ち切るときってこう入れるじゃないですか。マグロとかもそうなんですけど、こう入れたら包丁をこうつけて、こっちの身の方を持ち上げてこうやって落とすんですよ。そうするとね、ギコギコしなくても簡単に剥がれます。もう一回いきますよ。こう入れまして、はい、これ皮目までいきました。皮目までいったらここだけ切ります。この状態にします。包丁をつけたままこっちの方、剥がしたい方を引っ張る、手前に引っ張ってくる。これで簡単に落ちます。はい、じゃあこのように身だけになりました。そしたらポン酢作りをしていきましょう。今日のメインはこちらですね。リノカ、そして花柚子、レモンに軽く塩振って表面をきれいにゴシゴシと洗っていきます。今回のレモンは国産なのでワックスとかついてないので、そこまできれいにやる必要ないんですけど、もしかしたらお薬が少しついてるかもしれないので、一応気持ち程度に洗っておきます。でポン酢いろいろ作り方あるんですけど、今日は一切火にかけないタイプのポン酢を作っていきます。なんていうの、生ポン酢ってやつなんですかね。まずはきれいに洗ったレモンと柚子、そしたら次は水気をしっかりと取っていきます。そしたらまずはリノカ。このレモンがね、ほんと好きなんですよね。ほら、もう中ぎっしり。これをザクザクと切っていきます。で今回僕果汁絞るのこういうので絞るんでざく切りにしてますけど、普通の絞り器だったら半分に切ってこの状態でグリグリの方がいいですね。このレモンはね、レモンというよりかは酸っぱいみかんって感じの味わい。はい、そしたらこちらを絞っていきます。ここに入れてギューッと。果汁が出るんだよなこれ、びっくりするぐらいに。はい、そしたら煮沸消毒した計量カップにジャーっとこういう形で全部絞っていきます。はい、リノカが絞れました。2つで 200cc も絞れましたね。そしたら次は柚子ですね。柚子も入れていきます。で1つは皮剥いときます。結構出ましたね。 80cc ほど絞れました。リノカと柚子果汁。そしたら皮ですね、柚子ピール。これのこの白いふわふわのところを取っていきます。ここは苦味がありますので、ここは削いじゃった方がいいですね。そこまで神経質になる必要ないと思うんですけど、取れるだけ取っておきましょう。こんな感じですね。そしたらこれを刻んでいきます。ああ、いい香り。そしたらよく煮沸消毒した容器にまず柚子果汁、しっかり分量を測ってみていきます。今日は果汁 200cc 使いたいので、柚子果汁にここにリノカ加えましょう。よし、柚子とリノカのハーフ&ハーフ。そしたらこれを入れます。そしたらここに同量のお醤油ですね。再仕込み100の薄口100、こちらを入れていきます。先ほど切った柚子の皮、花がつおで、昆布はどうしようかな。真昆布でお酒をぬりぬりして入れます。で最後にみりんですね。みりんを大さじ2、よいしょ、加えましたら、はい、あとはこれ最低1日寝かしたら自家製ポン酢の完成。1日だとキリッとした味わいなんですけど、寝かせば寝かすほど旨味が出てきて美味しいポン酢になるんですよね。手作りポン酢ってほんと美味しいんですよ。割と日持ちもしますんで、この冬の時期ってポン酢自分で作っても面白いですよ。めちゃくちゃうまい。キリッとしとっていいね。
では1日後に移動。はい、では1日経過しました。昆布もふにゃってますね。そしたらこちらをざるでこしていきます。でこれ鰹節ギュッギュッてしたいとこなんですけど、触らない、ギュッギュッてしちゃうと鰹節のえぐみが出ちゃいますので、もう自然に落ちるのを冷蔵庫で1時間ほど待つだけ。こういう風に冷蔵庫の中に入れて自然にポタポタと落ちていくのを待っていきます。よし、その間にお魚を切っていきましょう。しゃぶしゃぶはどうしような。目節を使うか。でもこのお節のね、ここら辺も美味しそうなんだけどな。お節はこの背中のところ、ここで割ってここを使いましょう。で目節はこのお腹のところを使いましょうか。であとは切り身にしていきます。そしたらまずはここで半分に落とします。はい、こうですね。そしたらこっちは鍋用に。はい、じゃあたっぷり切れました。これは真空パックにしてちょこちょこ食べていきたいと思います。これで当分鍋物の魚には困りませんね。じゃあ切っていきますね。まずこれお腹の方の身ですね。気持ち厚めにいきたいところ、このぐらいで。5切れて、でここが背中の縁側のところですね。はい、じゃあ合計10貫取れましたら並べていきます。こんな感じ。そしたらここにわかめですね。本日の2人目の主役ですね。ただね、これうまいんですけどあまり消化に良くないので、ちょっと食べ過ぎは注意なんですよね。はい、こんな感じ。ちょっと見た目が殺風景ですね。三つ葉、自家製白菜、で白菜をここに盛り付けて、はい、これでかすり旗のしゃぶしゃぶの完成。そしたらお出汁を作っていきましょう。そしたらまずこちらのかすり旗の骨ですね。尻尾の方の骨を1つもらいました。これを網で焼いていきます。こんがり焼いていきます。はい、ではある程度焼けましたらこちらを昆布だしの中に入れていきます。昆布は取り出す。うわー、綺麗な油が浮いてきてる。こちらを煮詰めていきます。はい、ではだいぶ煮詰めまして甘い香りがしてきました。うわ、うんまっ、完成されてる。ここに塩味入れるだけですごく美味しくなると思う。でここにみりんもちょこっと入れます。みりんちょこっとで、薄口もちょこっとで、お酒もちょりっと。美味しいな。よし、これでスープの完成。でこちらのお鍋にお鍋のスープを入れます。で今日はスープにも柚子をポンと浮かべて、はい、これでかすり旗のしゃぶしゃぶセットの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。ではこちらの自家製ポン酢、こちらをお椀に入れます。たっぷり使いたいところですね。そしたらまずわかめいきましょうか。わかめを入れてさっとすぐ色が変わります。わかめしゃぶしゃぶって言って、このわかめだけでもうまいんですよね。お出汁の効いたスープとわかめ、これだけでうまい。ポン酢につけていただきます。うんまっ。うわー、これはたまりませんね。ずっといける。新物だから柔らかくて香りがいいね。うまっ。じゃあお次こちら、今日のメインかすり旗、お節の方ですね。これを
お鍋に入れてしゃぶしゃぶしゃぶと、そしてわかめと一緒によしポン酢にくぐらせていただきます。うまっ。なるほどね、クエに似てるけどクエと全く味が違う。クエのようなああいう甘みはないんですけど、すごくさらりとして食べやすいですね。白菜うまっ。自分で育てた白菜はうまいね。でこの自家製ポン酢がうまい。やっぱりうまい。フレッシュな果汁なんでやっぱキリッとしてますね。次お腹の方、こちらでわかめ白菜かすり肌いただきます。うまっ。やばい。お野菜と一緒に食べるとなおうまいね。この三つ葉もめっちゃうまいんですよ。三つ葉ってお吸い物にちょっと入ってるとか茶碗蒸しにちょっと香り付けで入ってるっていうイメージじゃないですか。お野菜として鍋物のこういうねしゃぶしゃぶの野菜とかには最高なんですよ。僕ねセリが大好きなんですけど、セリがない時は三つ葉買います。三つ葉をたっぷりこう巻いて、これがうまい。いただきます。三つ葉美味しいわ。でこういう感じ、おしゃれに切った白菜の茎、これしゃぶしゃぶするとき結構おしゃれ。こう一手間加えるだけで料理はね見た目がぐんと上がりますよね。見た目が上がると料理って美味しく感じるんだよな。わかめ本当に美味しい。食べ過ぎ注意だけど食べ過ぎちゃうわ。こんなうまかったら。かすり肌はハラミの方がうまいですね。背中の方はね結構ほんとあっさりしてますよ。かなりあっさりめ。最高の魚ですねこれは。鍋の中でここで作っていくね。切り身、三つ葉、わかめで火が入ったらこれごと持ち上げる。いいね。ポン酢にくぐらせてこれを口の中に入れていく。いただきます。うまい。やばい、箸が止まらない。これはあれしかない。でんギノのやつ、これしかないでしょう。この脂のある魚のしゃぶしゃぶにはやっぱりビールなんですよね。はい、こちら完璧なまでと7対3いただきます。うめえ。かすり肌大好きだね。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は20キロのかすりハタというお魚をさばいて、かすりハタのしゃぶしゃぶ作って食べてみましたけども、めちゃくちゃ美味しい魚でしたね。南方系のクエ、油はすごくあっさりしてましたね。正直な感想を言うとクエの方が僕は好き。クエはねこうすごいこう甘みのある油なんですよね。でもかすりハタ美味しいですよ。クエがうますぎるだけであってめちゃくちゃ美味しい魚ではありました。いやもっとあれはいろんな料理で堪能していきたいなと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。